皆さんこんにちは、ようそうです。今回はバージョン 2.3.2 で追加された新キャラクターチェリッシュを解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チェリッシュは味方全体に大量のシールドを貼ってパーティーの耐久を支えるキャラクターです。まず戦闘開始時に味方全体にシールドを付与、さらにチェリッシュのシールドを持つ味方が攻撃された時、チェリッシュは英雄というポイントをため、英雄が4つ溜まった時、さらに味方全体にシールドを付与し、チェリッシュ自身も構成宣言状態という強化状態に入ります。英雄は一旦2層まで溜まるため、チェリッシュは2ターンおきに自動で味方全体にシールドを付与してくれます。そしてチェリッシュのメインスキルであるスキル3は味方全体に大量のシールドを付与し、さらに2ターンの間味方全体にダウン耐性を1層と4ダメージアップを与え、耐久と火力の両面からパーティーを強化します。このスキルは2ターンに1回しか使えませんが、シールド量は十分ですね。スキル3を使えないターンはスキル1かスキル2を使っていくことになります。まずスキル1は攻撃スキルです。スキルのメインターゲットに大ダメージ、他の敵に小ダメージを与え、チェリッシュが強化状態の時は追加でスキルのメインターゲットに2ダメージアップを付与します。敵の攻撃力を下げる氷結状態も与えるため、デバフの面でもパーティーの火力、そして耐久力をサポートします。スキルには味方団体にシールドを付与、さらに次のターンも自動的にシールドを付与します。スキル2の対象となったキャラクターは防御力をアップし、 HP が 60% 以上あった場合、敵から攻撃を受ける確率がアップします。味方単体の耐久を上げつつ敵からの攻撃を集めることができるため、パーティー全体の体力を管理するのに向いています。ちなみにチェリッシュが強化状態の時は付与するシールド量がアップします。チェリッシュのハイライトは味方全体に大量のシールドを付与し、さらに2ターンの間味方全体が受けるダメージをダウンさせます。受けるダメージをダウンさせるスキルは大変希少で効果が高いですね。チェリッシュの使い方ですが、基本的にはスキル3とスキル1を交互に使っていくのが良いでしょう。敵からの単体攻撃が強力な場合はスキル2も使っていくと良いと思います。チェリッシュのスキル一覧はこんな感じになっています。チェリッシュは攻撃、シールド量、バフの量は全てチェリッシュの防御力に依存して上がります。チェリッシュはシールドを持つ味方の防御力を 24% アップする効果を持っており、シールドの量以上に味方の耐久力を上げてくれます。さらにこの防御力アップはチェリッシュ自身にも適用されるため、この能力でシールドの量がさらにアップします。そして防御力だけではなく、シールドを持つ味方の効果抵抗を 48% アップさせます。効果抵抗は高ければ高いほど相手からのデバフにかかりにくくなります。ワンダーのペルソナを除いて効果抵抗を上げられるスキルはチェリッシュが初めてですね。 100% デバフを受けないというわけではありませんが、敵からのデバフに強くなります。チェリッシュの武器一覧はこんな感じです。星5武器では防御力アップとシールド量アップに加え、4ダメージアップも味方に与えることができて大変優秀ですね。星4武器でもシールド量をかなり上げてくれます。チェリッシュのおすすめゲージカードはこんな感じです。防御力をアップしてシールドを付与するキャラクターなので、信念と平和のセットが良いですね。防御力は4500程度あればチェリッシュからのバフの量はマックスになります。もちろん防御力を上げれば上げるほどシールドの量は増えるため、基本的には全て防御力でいいんですが、敵の攻撃に対しシールド量が過剰だなと思ったら月をダメージボーナスに変えると良いでしょう。チェリッシュの突効果一覧はこんな感じです。1突と6突でシールド量だけではなく味方全体の火力も上げてくれるため大変優秀ですね。1突目は強化状態に入るための英雄ポイントが3層に下がり、さらに味方全体の貫通を 15% アップ。3突目ではチェリッシュのシールドを持つキャラクターの防御力をさらにアップさせ、シールドが消滅した時残ったシールド量の 20% 分 HP を回復してくれます。5突目ではハイライトでシールド量がさらにアップし、6突目ではチェリッシュが強化状態に入った時味方全体のクリティカル率を 15% アップしてくれます。それではチェリッシュの強み弱みについて見ていきましょう。チェリッシュの強みは何といってもそのシールド量。チェリッシュ1人のシールドで味方全体がやられるのを防ぐことができます。味方全体の耐久をサポートするという点ではマリアンやモナといった回復キャラと同じですが、ここまで大量のシールドを付与できるという点はチェリッシュの唯一無二の部分ですね。味方の HP は回復しない状態で味方がやられるのを防ぐことができるため、シールドを付与されるごとに火力を上げていくフォックスや HP を低く保ちたいスカルなどとは特に相性抜群です。そして初めての効果抵抗をアップするキャラクターなので、敵へのデバフに強いのも魅力的ですね。チェリッシュの弱みですが、まず効果抵抗は敵からのデバフを完全に防ぐものではありません。状況にもよりますが、デバフを確実に回復することができるマリアンの方が優秀な場面も多いでしょう。そしてそもそも耐久役は他にも優秀なキャラクターが多い点です。
特に回復とシールドという違いはありますが、マリアンとかなり役割が被っています。 P5X では耐久キャラクターは1人か2人いれば足りるため、すでに耐久キャラクターが足りているという方はそこまで優先していく必要はないでしょう。それではチェリッシュのおすすめパーティー編成です。チェリッシュは汎用性が高い耐久役のため、基本的にどんなパーティーにでも入れることはできますが、特に相性がいいのはやはりフォックスですね。フォックスはシールドの獲得回数で火力をアップさせますし、防御力アップが耐久と火力に直結します。同じ氷結属性でまさにベストな組み合わせですね。残りのメンバーはワンダーはバフ役、そしてデバフキャラクターとしてリンを編成すると良いでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チェリッシュ耐久役として非常に優秀な性能ですが、耐久キャラクターはマリアンや水着モコ、モナなど優秀なキャラクターが揃っているので、ガチャの優先度としてはそこまで高くないかもしれません。向上キャラクターなのでこれから引けるチャンスも十分あります。ただ大量のシールド付与という能力がこれから活躍する可能性も十分考えられますので、フォークスを活躍させたい人やガチャに余裕がある人は引いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報を発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。